近頃どうかなすったのではありませんか。お体の具合でも悪いんじゃないんですか。平田氏に会うと誰もが心配そうな顔をしてこんなことを言った。平田氏自身でもなんだかめっきり年を取ったような気がした。頭の白髪も1、2ヶ月以前に比べるとずっと増えたように思われた。いかがでしょう。どこかへ保養にでもいらっしゃってみては。医者に診てもらうことはいくら言ってもダメなので、家族の者は今度は彼に天地を勧めるのであった。平田氏とても門前であの顔に出会ってからというものは、もう屋敷にいても安心できないような気がして、旅行でもして気分を変えてみたらと思わないではなかったので、そこでその勧めを入れて、しばらくある暖かい海岸へ転地することにした。あらかじめ行きつけの旅館へ部屋を取っておくようにはがきを出させたり、当座の入り用の品を整えさせたり、お供の人選をしたり、そんなことが平田氏を久しぶりで明るい気持ちにした。彼はいくらかわざとではあったけれど、若い者が湯山にでも行く時のようにはしゃいでいた。さて、海岸へ行ってみると、予期した通りすっかり気分が軽くなった。海岸の晴れ晴れした景色も気に入った。純朴な開けっぱなしな町の人たちの気風も気に入った。旅館の部屋も居心地が良かった。そこは海岸ではあったけれど、海水浴場というよりは、むしろ温泉町として名高いところだった。彼はその温泉へ入ったり、暖かい海岸を散歩したりして日を暮らした。心配していた例の顔も、この陽気な場所へ現れそうにもなかった。平田氏は今では人のいない海岸を散歩するときにも、もうあまりビクビクしないようになった。ある日、彼はこれまでになく、少し遠くまで散歩したことがあった。うかうかと歩いているうちに、ふと気がつくと、いつの間にか夕闇が迫っていた。あたりには広い砂浜に人影もなく、ドーン、ザー、ドドン、ザーと寄せては返す波の音ばかりが、思いなしか何か不吉なことを告げ知らせでもするように気味悪く響いていた。彼は大急ぎで宿の方へ引き返した。だいぶの道のりであった。悪くすると半分もいかぬうちに日が暮れきってしまうかもしれなかった。彼はテク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 と汗を流して急いだ。後ろから誰かついてくるように聞こえる自分の足音に、彼は思わずはっと振り返ったりした。何かが潜んでいそうな松並木の薄暗い影も気になった。しばらく行くと、行く手の小高い砂丘の向こう側にちらっと人影が見えた。それが平田氏をいくらか心丈夫にした。早くあのそばまで行って話しかけでもしたら、この妙な気持ちが治るだろうと、彼はさらに足を速めてその人影に近づいた。近づいてみると、それは一人の男が、もうだいぶ年寄りらしかったが、向こうを向いてじっとうずくまっているのだった。その様子は何か一心不乱に考え込んでいるらしく見えた。それが平田氏の足音に気づいたのか、びっくりしたように、いきなりひょいとこちらを振り向いた。灰色の背景の中に、青白い顔がくっきりと浮き出して見えた。あっ！平田氏はそれを見ると、押しつぶされたような叫び声を発した。そして矢に輪に走り出した。50男の彼がまるでかけっこをする小学生のようにめった無性に走った。
振り向いたのは、もうここでは大丈夫だと安心しきっていた辻堂の顔だったのである。危ない！夢中になって走っていた平田氏が何かにつまずいてばったり倒れたのを見ると、一人の青年が駆け寄ってきた。どうなすったのです？怪我をしましたね。平田氏は生爪を剥がしてうなっているのだ。青年はたもとから取り出した新しいハンケチで手際よく傷所に包帯をすると、極度の恐怖と傷の痛みとでもう一歩も歩けぬほど弱っている平田氏をほとんど抱くようにしてその宿へ連れ帰った。自分でも寝込んでしまうかと心配したのが、そんなこともなく、平田氏は翌日になると割合元気に起き上がることができた。足の痛みで歩き回るわけにはいかなかったけれど、食事など普通にとった。ちょうど朝飯を済ませたところへ、昨日世話をしてくれた青年が見舞いに来た。彼もやっぱり同じ宿に泊まっていたのだ。見舞いの言葉やお礼の挨拶がだんだん世間話に移っていった。平田氏はそういう際で話し相手が欲しかったのと礼心とで、いつになく快活に口を聞いた。同席していた平田氏の召使いがいなくなると、それを待っていたように青年は少し形を改めてこんなことを言った。実は僕はあなたがここへいらした最初からある興味を持ってあなたのご様子に注意していたのですよ。何かあるのでしょう。お話しくださるわけにはいきませんかしら。平田氏は少なからず驚いた。この初対面の青年が一体何を知っているというのだろう。それにしてもあまりぶしつけな質問ではないか。彼はこれまで一度も辻堂の怨霊について人に話したことはなかった。恥ずかしくってそんなバカバカしいことが言えなかったのだ。だから今この青年の質問に対しても彼は無論本当のことを打ち明けようとはしなかった。だがしばらく問答を繰り返している間に、それはなんという不思議な話術であったか、青年はまるで魔法使いのように差しもに固い平田氏の口を難なく開かせてしまったのである。平田氏がちょっと口を滑らしたのが糸口だった。もし相手が普通の人間だったら難なく取り繕うことができたであろうけれど、青年にはダメだった。彼は世にも素晴らしい巧みさを持って次から次へと話を引き出していった。一つは昨夜恐ろしい出来事のあった今朝であったためもあろうが、平田氏はまるで自由を失った人のように話をそらそうとすればするほどだんだん深みへはまっていくのだった。そしてついには辻堂の怨霊に関するすべてのことが余すところもなく語り尽くされてしまったのである。聞きたいだけ聞いてしまうと、今度は青年は話を引き出した時にも劣らぬ実に巧みな話術をもって他の世間話に移っていった。そして彼が長座を浴びて部屋を出て行った時には、平田氏は無理に打ち明け話をさせられたことを不快に感じていなかったばかりか、その青年がどうやら頼もしくさえ思われたのである。それから10日ほどは別段のこともなく過ぎ去った。平田氏はもうこの土地にも懲りていたけれど、足の傷がまだ痛むのと、それを無理に帰郷して寂しい屋敷へ帰るよりは、この賑やかな宿屋住まいの方がいくらか居心地がよかろうと思ったのとで、ずっと滞在を続けていた。一つは新しく知り合いになった青年がなかなか面白い話し相手だったことも彼を引き止めるのに
預かって力があった。その青年が今日もまた彼の部屋を訪れた。そして突然変に笑いながらこんなことを言うのだった。あはははは。もうどこへいらっしゃっても大丈夫ですよ。幽霊は出ませんよ。一瞬間、平田氏はその言葉の意味がわからなくてまごついた。彼のあっけに取られたような表情の中には、痛いところへ触られた人の不快が混じっていた。突然申し上げてはびっくりなさるのもごもっともですが、決して冗談ではありません。幽霊はもう生け捕ってしまったのです。これをご覧なさい。青年は片手に握った一通の電報を広げて平田氏に示した。そこにはこんな文句が記されていた。ご明察の通り、一切自白した。本人の処置、指図請う。これは東京の僕の友人から来たのですが、この一切自白したというのは、辻堂の幽霊、いや、幽霊ではない生きた辻堂が自白したことですよ。とっさの場合、判断を下すいとまもなく、平田氏はただあっけに取られて、青年の顔とその電報とを見比べるばかりであった。実は僕はこんなことを探し歩いている男なんですよ。この世の中の隅々から何か秘密な出来事、奇怪な事件を見つけ出しては、それを解いていくのが僕の道楽なんです。青年はニコニコしながらさも無造作に説明するのだった。先日あなたからあの怪談話を受けたまわった時も、その僕の癖で、これには何かからくりがありやしないかと考えてみたんです。お見受けするところ、あなたはご自分で幽霊を作り出すような、そんな弱い神経の持ち主でないように思われます。それに、ご当人にはお気づきがないかもしれませんが、幽霊の現れる場所がどうやら制限されているではありませんか。なるほど、ご旅行先などへついてくるところを見ると、いかにもどこへでも自由自在に現れるように思われますが、よく考えてみますと、それがほとんど屋外に限られていることに気づきます。たとえ屋内の場合があっても、劇場の廊下だとか、ビルディングの中だとか、誰でも出入りできる場所に限られています。本当の幽霊なら、何も不自由らしく、外ばかり姿を現さないだって、あなたのお屋敷へ出たって良さそうなものではありませんか。ところが、お屋敷へはというと、例の写真と電話の他は、これも誰でも出入りできる門のところで、ちょっと顔を見せたばかりです。そういうことは少し幽霊の自然に反していやしないでしょうか。そこで僕はいろいろ考えてみたのですよ。ちょっと面倒な点があって時間を取りましたが、でもとうとう幽霊を生け捕ってしまいました。平田氏はそう聞いてもどうも信じられなかった。彼も一度はもしや辻堂が生きているのではないかと疑って戸籍謄本まで取り寄せたのだ。そして失望したのだ。一体この青年はどういう方法でこんなにやすやすと幽霊の正体を突き止めることができたのであろう。なに、実に簡単なからくりなんです。それがちょっとわからなかったのは、あまり手段が簡単すぎたためかもしれませんよ。でも、あのまことしやかな葬式には、あなたでなくともごまかされそうですね。翻訳物の探偵小説ではあるまいし、まさか東京の真ん中でそんなお芝居が演じられようとは、ちょっと想像できませんからね。それから辻堂が辛抱強く、息子との往来を絶っていたこと、これが非常に重大な点です。他の犯罪の場合でもそうですが、相手をごまかす秘訣は
自分の感情を押し殺して、世間普通の人情とはまるで反対のやり方をすることです。人間というやつは、とかく我が身に引き比べて人の心を推し量るもので、その結果、一度誤った判断を下すと、なかなか間違いに気がつかぬものですよ。また、幽霊を表す手順もうまくいっていました。先日、あなたもおっしゃった通り、ああしてこちらの行く先へついてこられては、誰だって気味が悪くなりますよ。そこへ持ってきて戸籍謄本です。ちょっと道具立てが揃っていたじゃありませんか。それです。もし辻堂が生きているとすれば、どうしても腑に落ちないのは、第一はあの変な写真ですが、しかしこれはまあ私の見誤りだったとしても、今おっしゃった行く先を知っていること、それから戸籍謄本です。まさか戸籍謄本に間違いがあろうとも考えられないではありませんか。いつの間にか青年の話に釣り込まれた平田氏は、思わずこう尋ねるのであった。僕も主にその3つの点を考えたのですよ。これらの不合理らしく見える事実を合理化する方法がないものかということをね。そして結局、このまるで違った3つの事柄にある共通点のあることを発見しました。くだらないことですがね。でも、この事件を解決する上には非常に大切なんです。それは、どれも皆、郵便物に関係があるということでした。写真は郵送してきたのでしょう。戸籍謄本も同じことです。そして、あなたの外出なさる先は、これもやっぱり、日々のご文通に関係があるではありませんか。お分かりになったようですね。辻堂は、あなたのご近所の郵便局の配達夫を務めていたのですよ。無論変装はしていたでしょうが、よく今までわからないでいたものです。お屋敷へ来る郵便物も、お屋敷から出る郵便物も、すっかり彼は見ていたに相違ありません。わけはないのです。封じ目を蒸気に当てれば、少しも跡の残らないように開封できるのですから。写真や謄本はこういう風にして彼が細工したものですよ。あなたの行く先とてもいろいろな手紙を見ていれば自然わかるわけですから。郵便局の非番の日なり、口実を構えて欠勤してなり、あなたの行く先へ先回りして幽霊を務めていたのでしょう。しかし、写真の方は少し苦心をすれば、まあ、できぬこともありますまいが、戸籍謄本なんかがそんなに急に偽造できるでしょうか。偽造ではないのです。ただ、ちょっと戸籍吏の筆跡を真似て書き加えさえすればいいのですよ。謄本の紙では書いてあるやつを消し取ることは難しいでしょうけれど、書き加えるのはわけはありません。番囲漏のないお役所の書類にもちょいちょい抜け目があるものですね。変な言い方ですが、戸籍謄本には人が生きていることを証明する力はないのです。古種ではダメですが、その他のものだったら、ただ名前の上に朱を引き、上欄に死亡届を受け付けたことを記入さえすれば、生きているものでも死んだことになるのですからね。誰にしたってお役所の書類といえば、もうめくらめっぽうに信用してしまう癖がついていますから、ちょっと気がつきませんよ。僕はあの日にあなたから伺った辻堂の本籍地へもう一通戸籍謄本を送ってくれるように手紙を出しました。そして送ってきたのを見ますと、僕の思った通りでした。これですよ。青年はこう言って懐から一通の戸籍謄本を取り出すと、平田氏の前に差し置いた。そこには古種の欄には辻堂の息子が、そして次の欄に当の辻堂の名前が記されていた。彼は
死亡を装う前にすでに隠居していたのだ。見ると名前の上に主戦も引かれていなければ、上覧には隠居届を受け付けた旨記載してあるばかりで、死亡の死の字も見えないのであった。実業家平田氏の交友録に素人探偵明智小五郎の名前が書き加えられたのは、こうしたいきさつから